皆さんこんにちは、沖野です。今回は最近起きたとある事件についてちょっとお話をしようかなと思うんですけど、何が起こったかっていうと、このチャンネルの存在が職場の人にバレました。なので今日はちょっとその話と、あとはこのチャンネル今後どうしていくのかっていう方針についてもちょっと考えたので、改めてお話をしていこうかなと思います。ぜひ最後まで見ていっていただけたら嬉しいです。まず前提として、今会社員をやっています。で、週に5日間、月曜日から金曜日まで平日5日間働いています。で、基本的にはリモートワークの会社で、完全リモートワークの会社で、出社しなくてもいいんですけど、沖野のポジションというか、チーム事情で、週に1回ぐらいのペースで、出社してるんですね。ほとんどの人は出社しないです。9割以上の人は全く出社しないんですけど、たまたまその週1出社を自分がしている時に、ちょっと年下の女性社員、アルファベットでちょっと M さんとさせていただくんですけど、M さんがこの間出社してきたんですよ。で、普段出社しなくていいポジションの人なんですけど、たまたま出社していて、コロナ前は普通に出社してたんで、その時からいる人でお互い。なので全然話したこともあるし、コロナ前で飲み会とかあった時に全然隣に座って喋ったりとかもしたことある人なんで、雑談とかしてたんですけど、で、その日、普段出社しない M さんが出社してるから、一緒にご飯に行こうかってなったんですね。退勤後に。その時いたメンバーっていうのが、役員の男性。役員と言いつつ、自分が入った時はまだ役員じゃなかったし、年齢的にも10も離れてない40歳ちょっとぐらいの方なんで、全然距離感は近いんですけど、あと自分が出社してる時に一緒に出社してる同じチームの男性。この2人は男性ですね。役員と、もう一人同じチームの人。ちょっと年下の男性社員なんですけど。で、もう一人が、その女性社員、M さんね。M さんも多分30代前半ぐらいかな、多分。自分のちょっと下だと思うんですけど。沖野含めて4人で焼肉を食べに行きました。で、焼肉食べて普通に、会社の話もちょっとしたし、あとは普通に休みの日どうしてるかの話とか。それこそM さんアイドル結構好きなんですけど、沖野も割と好きなんで、最近だとちゃんみなプロデュースの花っていうグループあるんですけど、その話をしたりとかして盛り上がってたんですよ。で、ちょうどその直後に役員の方が席を立つタイミングがあったんですけど、ちょっとお手洗いに行ったか、もしくは支払ってくれたかとか、多分なんかで席をちょっと一瞬外してる時があって、で、そのタイミングで、その女性社員の M さんが、そういえば沖野さん、この間 YouTube 見てたら、沖野さんのチャンネル出てきたんですけど、って言われたんですよ。だから役員はいないけど、同じチームのその男性社員の子はいる状態で。で、その時、初めてその職場の人に YouTube のチャンネルを知ってますっていうのを言われたから、そうですよとも、いや、ここで言わないでくださいとも言えず、知ってるんだみたいな感じのちょっと、みたいになっちゃって、本当に数秒ね、2、3秒ぐらいの出来事だと思うんですけど。で、その反応を見て、M さんは、もしかしたらこれ言わない方が良かったのかなって、ちょっと気を使ってくれたというか。もう一人いたからね、一応。でもさ、自分がこの YouTube ってさ、例えば X とかで鍵垢とかでやってるのとは違うじゃん。誰でも見る可能性があって、しかも過去の生配信とか、もしくは質問コーナーとかかな、なんかのタイミングで、会社の人には言ってない、わざわざ YouTube やってますとか、ゲイですって言ってないけど、別に知られたら知られたでいいやみたいな話もしたことあったから、そういうのを見てたら、多分気にせずに言ってくれたと思うんですよ、最初。でも、沖野の反応がちょっとうろたえちゃったから一瞬。で、シーとかやっちゃったの。で、やったから、これもしかして触れない方がいいですかってなって、その後は全く深掘りせずに終わったんですけど、自分が M さん横座ってたんだけど、その向かいにその同じチームの男の子いたから、その子が、それなんすかみたいな、気になるみたいな感じだったんだけど、M さんは空気読んで、いや、なんでもないです、忘れました、みたいな感じで、その後、もうその話題に一切ならなかったんだけど、解散した後に、M さんから個人的に、その社内のチャットが送られてきて、沖野さんすいません。あれに触れない方が良かったですかみたいな。今後絶対もう話題にしないで、気にしないでください、みたいな。で、自分もさっき言った通り別に、もうこういうさ、公開してやっちゃってるし、しかももう4年前からやってるんですよ。で、最近始めてパッて見つけられたとかじゃないからさ、いつかはこういうタイミングがあるだろうなとは思ってたんで、ただその予想してなかったから、全然うまくリアクションできなくて。っていうだけだから、一応その M さんには、全然気にしないでくださいみたいな。職場の人に、触れられたのが初めてだったから、ちょっとびっくりしただけですみたいなのは一応送ったんですけど、その後全く特にそれに触れることもなくっていう状態で、今、1週間 ?2 週間ぐらいが経ちました。いやー、バレちゃったかって思いましたよね。そろそろかなと思いましたけど、正直。なんかね、それ女性なんでないですけど、隠れてさ、
X とかやってて、なんか鍵垢とかやってて、例えば同じゲイ同士でさ、繋がってる人が職場に広めるとかだとそれ良くないと思うんですけど、まあぶっちゃけ YouTube こうやってやってたらね、たまたまなんかで出てきたら、まあそりゃ触れるかと思って。だからその M さんはむしろすごい気遣ってくれてっていうので、まあこれ見てないと思うんだけど、万が一もしこの動画見てたら本当に気にしないでくださいっていうのもちょっと言いたい。はい。っていうので、なんか気を逆にね、なんか悪いことしたなってなんかこう感じてたらちょっと申し訳ないなと思って、はい、気にしないでくださいっていう。で、まあこれからこのチャンネルそれでまあ職場の人も知っちゃったし、まあ正確に言うと、直接言われたのが初めてっていうだけで、もしかしたら他にね、気づいてるけど言わないだけの人もいるかもしれないんで、わかんないんですけど、まあもう知ってる人がいるなっていう風になって、このチャンネルをね、ちょっとどうしようかなって改めて、まあ、社会人として考えたんですけど、今後、まあこの4年間続けてきたチャンネルなんですけど、変わらず続けていこうと思います。はい。全然普通に続けようと思ってて、まあこれあくまで趣味でやってることですし、なんか、例えば公序良俗に反するようなね、内容だったりとか、なんか差別的なことを発信してるとか、あとは会社のね、なんか機密情報とかをここでダダ漏れにしてるとかね。だったらやめた方がいいと思うんですけど、まあそれは多分、会社の人にバレなくてもやらない方がいいことだと思うんですけど、まあ別にそういうことしてるわけじゃないし、まあゲイであることも別に知られたら知られたで、自分から言わないだけでね、知られたらそれでいいやって思ってたので、一応今まで通り続けようかなとは思ってます。で、方向性も特に変えるつもりはなくて、たまたま先週ね、体調崩したりとかがあって、1週間動画投稿しなかったんですけど、別になんか迷ってたとか、自粛してたとかじゃなくて、全然今まで通り週に1、2本ぐらい動画投稿して、それこそ友達と旅行行った動画とか、視聴者さんからお便りいただいて、それに答える動画とかも上げるつもりだし、全然アンダーウェアのルックブックとか、個室サウナ行った動画とか上げてると思うんですけど、ちょっとそういう肌色多めのやつとかも別にやっていこうかなと思ってるので、変わらずよろしくお願いしますという、はい、そういう動画になっております。で、その後 M さんからは本当に全く触れられないんですよ。なんだったらそれを聞いてた同じチームの男の子からも、沖野さん結局 YouTube って何だったんですかとか聞かれることもなく、で、M さんはゲイであることにもだから何も突っ込んでこないわけ。沖野さんってゲイだったんですかとか。そういうのも、まあもしかしたらバレてただけかもしれないけどね。沖野ゲイだなって思われてただけかもしれないけど、それも触れないで、その場スッと引いてくれたので、まだね、ゲイであることは、裏でこそこそ広められてない限りは、多分、社内では広まってないと思うんですけど。まあ皆さんの中でね、職場でまだカミングアウトしてる人って多分半分どころか1割もいないのかな、どうなんだろうね。世代とか業界によっても違うのかなと思うんですけど、もしその職場でのカミングアウトなどなどについて思うところがございましたらコメント欄でいろいろアドバイスとか自分の意見、経験談教えていただけたら嬉しいです。それでは今後も沖野の動画投稿を応援するよっていう方は、いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップの方もやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。ちなみに、この後職場でまたちょっと別の事件というか、ありまして、それもね、ちょっと間開けてからお話ししようかなと思ってるんですけど、それに関してはメンバーシップのラジオの方で先にお話ししましたので、第36回のメンバーシップのラジオ聞いてみてください。それでは、バイバイ。